こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今回は専門学校アートカレッジ神戸の特別講義の内容をお届けしていきます。いつもはね、1人の添削ですが、今回はまとめて4人の添削をビフォーアフターお見せしつつ解説を加えていこうと思います。最初の作者さんですね。はい、アナログイラストです。色鉛筆でしょうか。結構ですね、色鉛筆で色を塗りつぶすのって大変だと思うんですが、しっかりとキャラクターの部分塗りつぶされていて、形が分かりやすくなっていますね。これね、大事なことなんですが、絵の上達ってどうすればいいですかってよく聞かれます。で、それは一言で言うと、完成まで絵を仕上げることを何度も繰り返すことです。中途半端にね、途中で投げ出した絵を何度も描いていてもですね、それはあんまり絵の上達にはつながりませんので、しっかりと色まで塗られているのは素晴らしいことだと思います。はい、さてこのイラスト、今回の添削ポイントなんですが、一言で言うと表情作りについてです。現状ですね、しっかりとキャラクターは描けているんですが、この絵を見た人がじゃあどういう表情をこのキャラから読み取ればいいのか、結構ね迷っちゃう感じなんですよね。なのでその部分に着目しつつ添削をしていこうと思います。はい、で第1段階目、僕が最初に気になったのはこれです。コントラポストですね。もうね、僕の講座の中では何度か出てきた言葉なので、今コントラポストって聞いてパッと分かった人素晴らしいと思います。はい、コントラポストっていうのは、例えば目の高さ、そして両肩の高さ、そして腰の高さを線で結んだ時に全部が平行になってしまっていると動きがなくなっちゃうから、それぞれ平行にならないようにした方がいいよ、そっちの方が動きが出るよっていう考え方ですね。今回のテーマは動きじゃなくて表情作りじゃないのって思った人もいるかもしれませんが、表情ってですね、何も顔に限ったことじゃないです。体の動きによっても表情って生まれるんですよ。例えばピースサインしてくださいって言われた時に、こうカチンコチンのピースサインだとものすごく硬くて表情がないように思っちゃいますよね。じゃなくてね、こううわーってね、思い切って体全体を使ってピースサインをした方が表情って豊かになるでしょ。そういう意味で顔だけじゃなくてポージングにも気を配る必要があるんです。その一番最初の基本中の基本がコントラポストという考え方ですね。で、2番目に意識したいことがこれです。はい、いくつかあるんですが、まずはこの手の動き、これに関してはですね、実は添削前でも手のポーズはつけられていました。ですがこれによってこの子がどういう表情なのかっていうのが、いまいち読み取りづらかったんですよね。僕の想像では画面のこちら側に幼なじみのキツネとかがいて、で自分のおしゃれに着飾った姿を見られて、ちょっと照れ笑いを浮かべつつ、照れてるから尻尾を前に持ってきて手でギュッと掴んでいるみたいな感じなのかなって想像したんですが、ただそうすると目線がこっちを見ていないし、照れてるにしては顎が上に上がっています。照れてるとね、どっちかっていうとこう顎引くでしょ。なおかつそんなに尻尾にも隠れようとしている意思みたいなのは感じないので、結果的には照れてるっていうことが伝わりきらないようなポージングになっていたと思います。なので僕は一層自分の尻尾をギュッと体の前で抱きかかえているようなポーズで照れを表現してみました。どうでしょう。手の演技まで含めるとキャラクターの表情が伝わりやすくなって、見ている人もこのキャラをどう思っていいのか分かりやすくなりますよね。ちなみにですね、もっと照れを強調したかったら、この尻尾をグッと体に近づけて少しだけ顔を隠すような具合にしてもいいと思います。今回はね、そこまで最初の絵から離れすぎないようにするためにこちらの案を採用しております。あとですね、結構細かいんですが、大事なのはこの目の色、これもね大事です。添削前は全ての色が同系色だったので、ちょっとね締まりのないような印象、ぼやけた印象になってしまっていました。目だけでもいいので同系色じゃない思い切った色をですね、はい、こんな風に追加しておくことで全体の印象をぐぐっと引き締める役割を果たしてくれます。これはね結構効果が高いので試してみてください。あとですね、これはちょっと細かいんですが、僕の個人的な好みとしてはですね、ケモを描くときにあんまりですね、人間みたいに顎を強調しない方がケモ感が出ますね。わかりますでしょうか。ですね、人間ってこんな風に顎が尖っているんですが、顎ありますよね。はい、横から見ると人間ってこんな風に顎があると思うんですが、例えばですね、犬猫ってこんな風にマズルに向かって顎がこう飛び出ていて、ここにはね顎ってないじゃないですか。だからこんな風にしっかりと顎を強調しちゃうと結構ね人間っぽい造形になってしまいます。
はい、なので獣の段階にもよりますが、このぐらいの獣度なら少しねこう顎を縮めてマズルの長さの方を意識してあげた方が獣っぽい感じになると思います。で最後なんですが、最後はちょっとした絵作りのコツみたいなものなんですが、今回のキャラクター全体が白っぽいので、背景を白にしてしまうとシルエットが分かりづらくなってしまって印象がぼやけてしまいます。絵的なインパクトもね薄れてしまいますので、例えば小学校中学校の絵のコンテストとかでは背景がねこう白なだけでかなり不利になってしまうんですね。なので背景はしっかりと塗る。淡い色だったとしても白ではなくて淡い色で塗る。これだけを意識することで絵のインパクトはぐぐっとアップすることができます。まあね、色鉛筆で塗るのがめんどくさいなっていう時には水彩絵の具とかで塗ると簡単に全体を塗りつぶせますのでおすすめです。とにかく紙の白を残すのは絵的なインパクトという意味ではそんなに良くはないので、これは覚えておいてくださいね。はい、2つ目の作品いきます。こちらの作品ですが、まず背景も含めてしっかりと描きたいものが分かりやすくていいですね。はい、ホストっぽい男性がぐっと身をかがめていて、その奥に都会的な街並み、高いビルがそびえ立っている、すごくかっこいい構図だと思います。作者さんは自分の中のかっこよさとそれを表現するための手段をちゃんと結びつけられていて、こういうかっこよさを表現するためにこういう構図にすればいいっていうのがちゃんと分かっているあたり、とてもね研究熱心な方なんだと思いました。はい、勉強熱心で、その上で何を今回添削していくかなんですが、そうは言ってもちょっと中途半端なんですね。このイラスト方向性は大まかに間違ってないんだけど、ちょっとこう的を外しているというか、例えばね、はいここにパンチ打ってきてでね、ミットを構えているところに鋭いパンチは打てているんだけど、ミットの端っこをかする感じでパンチを打っていて、こうかすってね微妙にいい感じの音がしないんですね。どうせならね芯を打ち抜くようなパンチを繰り出してこうズバンっていい音させたいじゃないですか。そのためにはどうすればいいのか、ポイントをお伝えしていこうと思います。はい、でねもう確信最初についちゃいます。このイラストがいまいちグッとこないのは背景のビルの高さを強調できていないからです。キャラじゃなくて背景って思った人もいるかもしれませんが、ですね、こういうイラストって背景もキャラの一部なんですよ。どう言えばいいかな。この人がホストかどうかは正確にはわからないんですが、仮にホストだとしましょう。でこういう街をバックに撮る時のこの人の心情ってどういう感じだと思いますか？僕が思うにはですね、ここは俺の街だぜって気持ちだと思うんですよ。もうネオン輝くですね、一夜で何百億何千億お金が動く欲望渦巻く夜の世界、その中心に俺がいるぜみたいな、なんかそういう感情だから、そのきらびやかな街と自分とを重ね合わせるように写真を撮ろうとしているわけです。それなのにビルの高さがいまいち強調されていないんです。ビルの高さがねいまいち強調できていないと、こんなしょぼい街で生きている俺みたいに思われかねませんから、この人としては不本意でしょう。なのでどうするかっていうと、はい、こうしたいんです。ですね、アイレベルを靴のあたりに置いて、そこから思い切って上を見上げていることでビルにパースをかけてですね、ぐわーって上に伸びているようにビルの高さを強調したいんです。はい、この違いですね。こうすることによってこんなすげえ街でバチバチやり合っている俺すげえだろっていうことになるので、街の規模感がそのまま自分の強さに転化されます。だからこの絵の場合には背景はキャラクターの一部なんだよって言ったわけですね。はい、なのでまずはビルを描く前に下準備をしましょう。はい、まずは地面と背景の空間を描きます。こんな感じ。添削前はですね、地面が割と上の方まで見えていましたが、添削後は少しだけしか地面は見えていません。はい、アイレベル、目の高さをぐぐっと下に下げて地面スレスレまで持ってきたので、地面はほぼ見えなくなりますね。はい、でこの辺りですね、ちょっと水しぶきとかも立ててみましたが、こういうのはあってもなくても大丈夫です。あとは水じゃなくても煙とかでもいいですね。ちょっとした味付けとして加えてみた感じです。でこのパース線に沿ってビルを描き加えていくと、はい、こんな感じ。はい、今回はですね添削ということもあってそんなに厳密にビルを一個一個しっかり書き込んだわけじゃありません。むしろこうビルの横とかについている看板を書くことによってビルを表現しているわけなんですが、そこまでしっかり書かなくてもこれだけでビルって表現できちゃいますね。むしろ大事なのはビルがこう密集していてどこまでも続いていく感じだったり、あとはカラフルなネオンが瞬いていて様々な欲望が渦巻いている感じっていうのを
この狭い空間にギュッと押し込むことです。添削前はですね、確かにビルはあって高い建物があってって、理屈としてはそれで読み取ることはできるんですが、感覚的に見るとですね、ちょっとこれでもスカスカに見えるんですよね。こっちの方がものすごく都会なのかなって想像できるのに対して、こっちだとですね、片田舎の駅前なのかなっていう風な感じがするんですね。そう感じさせないためにビルの高さを強調するパース、そして狭い空間の中にカラフルなネオンをギュギュッと詰め込むこと、この2つが重要なポイントだと思います。で最後、これはですねおまけなんですが、演出によってはこういうのもありだと思います。はい、なんていうかですね、この人めちゃくちゃ悪い感じに見えるようになったと思います。闇落ちみたいな感じですね。はい、この違いです。この違い。はい、でですね、やっぱり黒地に赤ってものすごく邪悪な感じがするので、赤を強調することによってめっちゃ悪いことを考えている感じにできます。背景の看板を思いっきり赤く光らせて、その看板で逆光に沈んだ顔、そこから覗く目の色をこれまた赤く怪しく光らせてあげる。そうすることによってもともとね怪しいキャラではありましたけどね、そこに輪をかけて悪さ邪悪さを強調できますので、そういう演出がしたかったらこういう方向もありなのではないでしょうか。はい、2作目添削は以上となります。はい、そして3作品目がこちらですね。ペってなんだろう、謎のペ、かわいいですよね。はい、もしこれがですね二次創作なんだとしたらすいません、ちょっとね何のキャラだかわからなかったので、そのキャラに似せるとかそういうことは抜きにして、このイラストを良くするためにはっていう視点で添削をさせていただきます。はい、元のキャラがいた場合には、ちょっとね見当違いなことを言ってしまう可能性がありますが、その点はご了承ください。でこのイラストのどこを添削していくかなんですが、ズバリ情報量です。これはですね、これが漫画の1コマとかちょっとした挿絵みたいな感じだったらこれだけでも十分なんですが、でもね今回は1枚絵としてのイラストだと思います。イラストとしてババンとバストアップの正面顔を持ってくるにはですね、絵としての情報量が圧倒的に足りない感じがします。情報量って何よって思われたかもしれませんが、はい、添削を見ていただければですね、情報量ってそういうことねってね理解していただけると思います。まずは最初こうしました。ドン。はい、添削前はですね少し下を向いてうつむいている感じがしました。それを画面をきっと見据える感じに変更しました。これはですねちょっとどっちなのか迷ったんですが、もしかしたらねご本人画面を見ているつもりで目を描いたんじゃないかなとも思うんですね。はい、もしそうだとしたらちょっとね正面を向いているようには見えません。なんでかっていうと、この白目の部分ですね、この白目の部分が正面を向いている場合には白目の分量がこの黒目の下の部分、ここに白目が多くなります。三白眼までとはいきませんが、黒目の下の部分に白い空間があった方がこっちを見ているような表情になりやすいので注意してみてください。あと細かいんですが、顎の下の影を濃くしました。顔の部分の影色と首の影色が一緒だとこうですね情報量が少なく見えてしまうんですね。はい、そこも注意です。あとですね、ここも超細かいんですが、おでこの色と顎の色、ここの明るさも少し変えています。はい、こうして見比べると分かりますよね。むしろ言われないと気づけないと思うんですが、これねめちゃくちゃ大事なんですよ。これなんでかっていうと、おでこが明るくて顎が暗いっていうのはですね、要するに立体で考えると、おでこは球体でいうところの上を向いている面なので、光がしっかり当たって明るくなる。で顎はですね球体でいうところのこの下を向いている面なので、少なくともおでこよりは暗く見えます。そういう情報を含んでいるっていうことになるわけです。ここのね明るさを変えるだけでこの立体情報が生まれるわけなんですね。でもそこの色を一緒にしてしまうと、今言ったような情報がすっぽり抜け落ちてしまうことになるので、あれなんか物足りないなって見ている人としては物足りなさにつながってしまうわけなんですね。もちろんねこの絵が全身ポーズだったりバストアップとかでも手が見えていてしっかりとポーズをとっている絵だとしたら、そこの情報は省いても見栄えがするかもしれませんが、この絵の場合には売りになるのはもう顔だけなので今言ったような情報を省いてしまうと、なんか見栄えしないなって言われてしまう一つの原因になってしまうんです。覚えておいてください。でさらに情報を足していきます。はい、ここの変化が一番分かりやすいと思います。いきますよ。はいドン。はい、髪の毛の毛束の細かさですね。
はい、かなりね印象が変化しますね。特にね今回のようにドアップなイラストの場合には髪の毛の毛束がシンプルすぎるとですね、つるっとしていて引っかかりがなさすぎてあんまり見栄えをさせるのが難しいです。そういう時にはシンプルにこうやって毛束を細かく分けて動きをつけてあげるとキャラクターイラストとしては見栄えがぐぐっとアップすると思います。で最後ですね、はいドン。はい、これも割と効果的です。デザインの要素も含んでしまいますが、黄色一色だとですねやっぱりコントラストがつけづらくて画面が締まらない感じになりがちです。元にねデザインがあってそれ通りに描いたっていう場合にはごめんなさいなんですが、そうではない場合には例えばフードの裏地に黒なんかを持ってきて、あとは紐を黒とかにしてコントラストをつけてあげると絵としては引き締まって見栄えが良くなると思います。はい、最初と最後見比べるとこんな感じですね。はい、そして最後のイラストです。このイラストはですね色を絞って白とオレンジを印象的に見せているのがいいですね。はい、こういうコンセプチュアルな絵って日頃からそういう部分にアンテナを張ってないと出てこないアイディアだと思いますので、作者さんはそういう演出的な部分に頭が働く方なんだなって非常によく伝わってきました。でこのイラストのどこを添削していくかなんですが、大まかに分けると2つあります。1つは今言ったコンセプトの部分なんですが、ちょっとねうまくいっていなくて、白いバラがキャラのオレンジに完全に負けてしまっていてですね、うまくね印象に上ってこないんですね。でもう一つはキャラクターの顔のバランスですね。はい、順番に解説していきます。はい、まずですね、さっき白いバラがいいって言ったんですが、僕はですねこの場合にはこうしちゃった方がいいのかなと思いました。はい、バラをオレンジにしちゃいました。これですねどういうことかっていうと、キャラの目の色と一緒にしたわけですね。もちろんですねこの白いバラのままでなんとかバランスを取ることも可能ではあるんですが、今回はキャラの目のオレンジがすごく強いので、バラを白にする場合にはキャラの方を結構ね大幅に修正することになってしまって、原型をとどめておけないぐらい改変しちゃいそうな気がしました。なので今回はこのバラの方をキャラに合わせることにしました。そして次はこうです。ですね2つの点を変えています。1つ目は髪の毛のインナーカラー、これをオレンジをやめて白にしています。これは目のオレンジとバラのオレンジを際立たせたいからですね。インナーカラーまでオレンジにしてしまうとキャラとバラ同化してしまいますので、髪の毛はシンプルに白でいいのかなと思いました。で2つ目の変更点は、この花束なんですが葉っぱも追加したってことですね。花をねこうオレンジにしたことでちょっと花の圧がすごく強くなってしまいました。なので少し本数を間引いてその代わりに葉っぱを追加したって感じですね。でもう一つの点としてキャラクターの顔の中身のバランスがあるんですが、いやこれですね結構今回のような顔のバランスの人、若い人に多く見受けられるので、もしかしたらこういう顔のバランスもありだったりするのかなってちょっと疑い始めています。こういう顔のバランスで有名な絵師さんがいたら教えてほしいですね。はい、ちょいちょいねこういう自分の感覚を定期的に疑う必要がありますね。はい、とはいえ現時点では僕の目から見てこのイラスト顔のバランスがちょっとね気になります。具体的に言うと目、鼻、口が大きすぎる感じです。僕の感覚からするとですねこのぐらい目、鼻、口を小さくした方がいい感じがしました。結構ね大きさ変えてますよね。こんな感じですね。でこのバランスにした上でぶった切れた部分を保管していきます。はい、こんな感じです。はい、ごめんなさい。ちょっとですね髪の毛のボリューム感を出したかったので少しカール気味の髪の毛にしたらだいぶ印象が変わってしまいました。はい、添削前のストレートヘアもとてもいいと思うので、その点に関しては添削前のままでも一向に構いません。あとですねこの口についてなんですが、添削前はですねこうイエーイって口を開けてました。ただこれもですね少しおしとやかさというかしっとり見せたい場合には口を開けるんじゃなくて、口は開けてるんだけど歯を見せてるぐらいにした方がテンションをちょっと抑えめにできると思います。はい、ここも好みで調整してみてください。最初と最後見比べるとこんな変化になります。はい、今回の添削は以上となります。今回は4つの作品を同時に添削していきましたが、たまにね単純に絵的な添削ではなくてデザインについての添削も含まれる場合がありますよね。特にキャラデザについてもっと詳しく知りたいっていう人はですね、こちら気まぐれ添削156キャラデザのコツ公開しますをご覧ください。
こういう場合にはパンツはほっそりしていた方がいい、ここは柄を追加した方がいいとかってね、具体的なデザインについて解説した内容です。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれ気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。